皆さんこんにちは、ガジログです。今回はなんと Amazfit GTR4 からリミテッドエディションということで限定版が発表されました。突如として発表されましたがめちゃめちゃかっこいいですね。では一体どんなスペックになっているのかご一緒に見ていきましょう。 Amazfit グローバルサイトの情報を日本語翻訳したものでお伝えしたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。では早速主な特徴を見ていきたいと思います。アイコン用に設計とありますけども、人目を引く繊細な Amazfit GTR4 リミテッドエディションは洗練されたステンレス鋼のミドルフレームと業界をリードするガラスセラミックバックパネルを統合し、それらを象徴的なデザインに形作っていますと出ていますが、このリミテッドエディションになりますが、なんとボディはステンレススチールのミドルフレームとなっています。このボディね、見る限り非常に頑強な感じはします。使われている材質になりますが 316L ステンレス鋼フレームというものになります。いわゆるサージカルステンレスと言われているものになります。腐食しにくい素材で医療用のメスやハサミなどにも使われているという素材ですので、非常に高級な素材が使われているわけです。そしてボディだけでなく背面には業界をリードするガラスセラミックと出ています。最先端のクラフトマンシップによって生み出されたポリッシュ仕上げのバックパネルはセラミックの強さとガラスのエレガンスさを融合させ、オールラウンドな傑作を生み出していますとありますね。この背面にはなんとガラスセラミックというね、ちょっと聞き慣れない素材が使われています。このガラスセラミックの最大の特徴が熱膨張率がゼロに近くて、極端な温度変化や熱衝撃にも極めて強いということです。それゆえ過酷な状況下でも使用することができるということですね。例えばこの地球上でもそうですし、宇宙でも使われていて、乾燥または高湿度の環境、また圧力下や真空下でもそういった過酷な環境に耐えることができる、そういった素材になっているようです。すごいですね。そういった宇宙でも使われているような素材が使用されています。そしてクラシックオペレーションクラウンということで、時計の見た目と同じくらいスムーズに動作します。クラシッククラウンを回転させてアプリメニューを簡単に切り替えることができますとあります。こちらのね、右上についているこのクラシックオペレーションクラウンということですけども、そのあたりは触ってみないとわからないところはありますけども、相当力が入っていることがわかります。そして次にディスプレイの情報になりますけども、こちらはノーマルの GTR4 と同等のディスプレイになっているようです。鮮やかな HD アモレッドディスプレイということで、時計のクリアで大型の 1.43 インチの HD アモレッドディスプレイは指紋防止コーティングで保護されており、ガラスを新品のように保ちデータを読みやすくしますとありますね。というわけでディスプレイは GTR4 のノーマル版と同等のものになっているようです。そして次に文字盤になりますね。アイコニックのイラストということで、一致する常時表示ディスプレイを備えた200以上のウォッチフェイスとあります。こちらもノーマルの GTR4 と同等のウォッチフェイスになっていますね。そして次に GPS の技術になりますが、業界をリードする GPS 技術とあります。すべての衛星が遠変波信号を送信しているにもかかわらず、ほとんどのスマートウォッチは依然として直線変波アンテナを使用しており、信号の約 50% を逃しています。しかし Amazfit の業界初のデュアルバンド遠変波 GPS アンテナは航空機や自動車の分野で使用されているものと同様に衛星信号のほぼ 100% を受信できます。この最先端の技術は L1 および L5 の衛星信号をピックアップし、精度を高めてマルチパス信号干渉を大幅に削減したデュアルバンド測位を実現しますとありますね。こちらも GTR4 と同じものが使われています。デュアルバンドで6種の衛星測位に対応しているということですね。L1 と L5 のデュアルバンドになっていますね。しかしながらこの分解されたボディになりますが、めちゃめちゃかっこいいですね。一体化のボディに 316L のサージカルステンレスになりますが、めちゃめちゃかっこいいですね。高質感っていうのがありますね。そしてこちらもね、GTR4 と同等の機能が入っています。ルートファイルをインポートして独自のパスをたどるとありますけども、ルートを取り込んでディスプレイ上に表示してそのコース通りに歩むっていうことができるわけですね。そしてスポーツモード、ワークアウトに関しましても150種類以上のスポーツモードとあります。これも GTR4 と同じになっています。また心拍ベルトを接続するとありますが、 GTR4 限定版は心拍数ベルトに接続して多次元フィットネスデータトラッキングを行うことができますとあります。これはそうですね、 GTR4 では
聞いたことがない機能ですね。ざっと GTR4 のスペックを見ているんですが、そういった機能は書かれていないので、こちらはね、リミテッドエディションの特徴になるわけですね。より本格的に行う方にとっては優位じゃないかなと思います。そしてスポーツに関しましては、8つのスポーツをスマートに認識ということです。8つのスポーツのいずれかを開始するとすぐにウォッチが動きを感知し、対応するスポーツモードを開くよう自動的に提案しますとありますね。トレンドミルやアウトドアランニング、エリプティカル、そしてアウトドアサイクリング、またインドアウォーキング、ローイング、またウォーキング、そしてプールスイミングということですね。この8つに関しては自動で認識してくれるということなんですが、動き方や色々人それぞれによってこの辺の認識度合いというのはちょっと変わるかもしれませんね。そしてまた筋力トレーニングの認識という機能もついています。こちらも GTR ラボと同等になりますね。そしてインターバルトレーニングテンプレートも内蔵されています。またピークビーツでパフォーマンスを確認するという機能もついています。またアクティビティデータをフィットネスアプリに同期するということで、やはり GTR4 と同等の機能になっているわけですね。ちなみに取得しましたデータは iPhone の方は Apple Health、Android の方は Google Fit などのアプリと連携することによってね、データをバックアップしたり同期することができるようになっています。またバッテリー持ちに関する情報になりますが、エリートのためのエネルギーということで Amazfit GTR4 のリミテッドエディションはワイヤレス充電をサポートしているため、一度に最大2週間までパワーアップして維持して目標を達成することがさらに簡単になりますとありますね。2週間持つわけですね。しかもワイヤレス充電対応ということで、このあたりすごくいいですね。そしてバッテリー持続に関しましては、通常の使用方法であれば14日間、重い使用ってありますがね、ヘビーに使った場合は8日間になります。そして高精度な GPS を常時使った場合は28時間持ちますよという情報が出ています。そして健康経営のアイコンってありますがね、ヘルスケア関連の情報になっていきます。まずバイオトラッカー 4.0 が搭載されていまして、強力で正確な健康技術とありますが、やはり GTR4 と同等のスペックになっています。デュアル LED バイオトラッカー 4.0 PPG オプティカルセンサーは超薄型 0.5mm のガラスベースのおかげで、全世代よりも 33% 多くのデータを収集し、より正確ですよとあります。そしてですね、注目すべき点としては、運動中の腕の動きによって引き起こされる潜在的な信号干渉を大幅に低減し、心拍数追跡はほぼ心拍数ベルトのレベルに達しますということです。ですので、先ほど画像で出てきましたが、心拍数ベルトと同等のレベルに達しているということです。このあたりやっぱりハイエンドモデルということで、相当力が入っていることがわかりますね。そしてヘルスケア関連の他の部分になりますが、当然のごとく24時間365日のモニタリングに対応していますね。心拍数、また血中酸素飽和度、SPO2 ですね。またストレス測定。これらは24時間常時測定してくれる項目になっています。そして睡眠モニタリングにも当然ながら対応していますが、詳細なモニタリングということで、浅い睡眠や深い睡眠、レム睡眠の15段階に加えて、睡眠呼吸の質と昼寝も監視してくれるわけですね。そして朝の更新ということで、モーニングアップデートの機能もついています。そしてさらにプライムパーソナルオンラインアシスタントとありますが、 Amazon の音声アシスタントも搭載されています。こちらを使いますと、アラームの設定や質問に答えてくれたり、また翻訳などを簡単に行うこともできるようです。そしてさらにオフライン音声アシスタントという機能もあります。インターネットに接続していない時でも、音声コマンドでスポーツモードを開始したり、健康機能を開いたりできますよとありますね。そして Bluetooth に答える電話ということですけども、こちら Bluetooth 通話に対応しています。電話着信があった時にこちらで応答することができるわけですね。そしてミュージックストレージ、再生と制御ということですけども、時計に音楽を保存し、内蔵スピーカーまたは接続された Bluetooth ヘッドフォンで再生するか、時計を使用して Bluetooth 接続を介して携帯電話の音声再生を制御しますということですね。つまり本体に音楽を保存して聴くこともできますし、スマホで再生されているものをね、こちらでストップしたり再生したり音量を変えたりっていうね、コントロールすることもできるようになっています。そして使われている OS は ZepOS2.0 ということですね。ある程度のモデルになりますと搭載されていることがありますけども、アプリなどをインストールすることもできるようになっています。またミニアプリもね、しっかり使えるようになっています。そしてさらに便利機能になりますね。贅沢なライフスタイル機能とありますけども、ショートカットカードや会員証の機能ですね。ディスプレイにバーコード表示の会員証を表示するとかね、できますし、大体他のスマートウォッチに搭載されている機能は全て網羅されている感じになっています。
ではここからはまだ触れていなかった詳細情報について見ていきたいと思います。まずカラーリングは1種類のみになりますね。インフィニットブラックというカラーリングで、先ほどから出ている CG の写真のカラーリングになっています。そして重さはストラップなしの重さで 49g になります。ストラップ次第にはなりますが、60か 70g になりますので、結構ねずっしりする感じはあるかもしれません。当然ながら耐水グレードは 5ATM になっていますので 50m 防水に対応しています。そしてディスプレイの解像度になりますが 466×466 と、これもかなり高精細になっていますね。 PPI は326となっています。そしてモーターとありますかね、これバイブレーションを発生するためのモーターがリニアモーターになっています。安いモデルになりますとね、ローターっていう感じで回転するタイプになるんですが、リニアであればいわゆるハプティック系になってくるので、コツコツとした感じのね振動が伝わってくるかもしれません。そしてバッテリー容量が出てきましたが 475mAh ということで、こちらもやはりねノーマルの GTR4 と同等になっています。というわけでざっとスペックを見ていきますと、中身は GTR4 と同等なのかなという感じですね。そして気になるところではありますが、価格に関してはまだね、何にも情報が出ていませんでした。ということで、今日本で購入するとしたら GTR4 のノーマル版はだいたい3万円弱っていう感じが実売のところにはなっていますが、そのことを踏まえて、このボディがですね、プレミアムステンレススチール、そしてガラスセラミックデザインということでですね、一番の大きなところというのは、このボディの素材が変わったということになります。ですので、ここの素材分を上乗せして考えてみると、やっぱ5万円ぐらいいってしまうかなという感じはしますね。中身は GTR4 と同等かもしれませんが、こういった材質のことを考えると5万円近いのかなという感じはします。でもね、より高級なものを求めている方にとっては、待望のね GTR4 のリミテッドエディションかなという感じですね。日本で発売されるのであれば、これはこれでね結構売れるんじゃないかなという気はします。ですので、超高性能に超高級な素材が採用されマッチングされたということで、こういったものを願っていた方にとっては待望のモデルじゃないかなという気はします。ぜひ日本で発売されてほしいなというモデルにはなりますが、いつ頃になるかねちょっと分かりませんけど、少しね期待して待ちたいなと思います。というわけで Amazfit GTR4 の限定版、英語版でいうとリミテッドエディションになりますけど、いかがだったでしょうか。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。